俺の名前は成海祐希。中小企業のサラリーマンをしている。30代半ばになると結婚ラッシュも落ち着いてきて、いよいよお前どうするんだという声が聞こえてくる。なるようになるさとマイペースを貫く俺の前に、曰く付きの女性が現れた。曰く付きと呼ばれる真意を自分の目で確かめに行き、俺は驚かずにいられなかった。仕事をこなし家に帰る。そんな変わり映えのない毎日を送っている中、平美穂さんは俺の職場に派遣さんとして配属された。一目見て美穂さんから目を離せなくなった。透き通るような色白な綺麗な肌で、サラサラのボブスタイル。華奢な体型をしているけど目力が強く、だからといって愛想が悪いわけじゃない。面倒な雑務などいつも笑顔でこなし、仕事も丁寧で早かった。成美さん、言われていた資料整理終わりました。わかりやすいようにラベルを貼りました。成美さんって字が綺麗なんですね。驚いちゃいました。ラベル分けしてくれたの？助かります。ありがとう。字はね、子供の頃習字習ってたからさ。ありがとう。綺麗な字を書く男性って素敵ですよね。些細なやりとりを繰り返すうち、細かな気配りやにっこり微笑みながら交わすたわいもない会話が癒しとなり、楽しみになっていった。そんな思いが積もっていくと、人は欲が出てくる。仕事上だけじゃなく、プライベートの美穂さんを知りたくなった。そう、完全に俺は美穂さんを好きになっていた。そんなある日の昼休み、同僚たちとランチをしている時だった。おいおい、すごい情報をゲットしちゃったぜ。遅れて食堂に入ってきた太田が目をキラキラさせていた。なんだよ、またくだらない話だろ。先輩の佐藤さんが呆れ気味に笑って言うも、太田はさらに興奮したように話し出した。人は見かけによらないって話ですよ。派遣の平さん、なんか清純そうで可愛い印象しかないじゃないですか。実は男性専用のいかがわしいお店で働いてるって話なんすよ。心臓がキュッと締め付けられる思いが走った。またまた、平さんがガセだろガセ。唐揚げを箸でつまみながら佐藤さんが言うも、俺の後輩、そういう類の店が好きで、先週行ったらしいんですよ。そしたら店の中に平さんがいたって言うんです。その後輩、部署は違うけど平さんが派遣できた時から可愛いなぁと思ってたらしく、顔見てすぐに分かったって。間違いないのそれ。まさかという思いで俺は太田に聞いた。まあ店の中は薄暗いわけだし、平さんが担当したわけでもないから 100% ではないよね。でもさ、そういう目で見るとなんとなく平さん影があるしっとりとした色気があるっちゃあるよな。太田のデリカシーのない言い方に腹が立ち、好きな人が好奇の目で見られるのが耐えられなかった。俺は美穂さんを信じたい。太田、そんなゴシップで盛り上がるなんてお前ガキだな。人にはいろいろあるんだ。真実がどっちであれいい話じゃないんだ。言いふらすなよ。さすが大人の佐藤さん。太田にチクリと釘を刺し、その話は終わった。しかしその話を聞いてからずっと俺はそのことが頭から離れなかった。そして悪い噂話というものが広がるのはあっという間だ。数週間のうちに美穂さんの話がささやかれるようになり、いわくつき物件なんて呼ばれるようになってしまった。ただ俺の気持ちは全く変わらなかった。むしろそんな噂話から守ってあげたいとまで思っていた。そして居心地が悪くなってやめてしまったらどうしようという心配の方が大きかった。しかし美穂さんは平然といつも通り笑顔で仕事をこなしていた。その強さに驚いたのと同時に、俺は本当のことを知りたくなった。腹を決めるのに2週間かかり、
俺は例の店に一人で出かけた。スナックやキャバクラなら友達を誘っていくところだが、場所が場所だ。しかも本当に美穂さんがそこにいたら、真実を知るのは自分一人で十分だ。とはいえ、そのような店に行った経験がない俺。行くと決めたとはいえ、入り口でおじけづいてしまった。いいじゃん、恥ずかしがらなくていいって。初めてかい？いい子がいるからチラッと見ていきなよ。サービスするから。従業員と思われる男性に捕まってしまった。挙動不審になりながら辺りを確認し、うつむき気味に俺はついに入店してしまった。俺を招き入れた男性が店のシステムやサービスを喋り続けていたが、一切耳に入ってこない。俺はサービスを受けに来たのではなく、美穂さんがここにいるのかが知りたいんだ。美穂さんって女の子いますか？小声で男性に聞いた。女の子たちの本名は教えられないよ。こういう仕事はさ、プライベートをしっかり守ってあげないと。何？他の店にいた子かなんかか？確かに、従業員がベラベラ女の子の情報を開示してたら誰も働かないよな。すいません。出直します。自分がしていることが意味ないことに思え、俺は店を出ようとした。しかし、捕まえた客だ。男性は俺を逃がしたくないという営業魂に火がついたようで、あれこれ割引するからと食い下がってきた。受付で押し問答を続けていると、あなた。奥の方から女性の声が聞こえた。美穂さん。俺の視界に入った美穂さんから目をそらせず、一気に血の気が引いていくような気がした。いいです、また今度で。俺は男性を振り払い、勢いで外に出た。噂は本当だった。なんだよ、なんでだよ、なんであそこにいたんだ。どうしようもない気持ちで俺は歩き出した時だ。なるみさん。背後から美穂さんの声が聞こえた。大丈夫だよ、誰にも言わないから。力なく言う俺に美穂さんは、それ私のセリフじゃない？私の顔見て恥ずかしくなって慌てて退店したんでしょ？大丈夫よ、誰にも言わないから。ケロッとした顔で俺に言った。いや、俺はサービス受けたくて入ったわけじゃないんだ。あの男に強引に営業されて。山さん、そんな強引な客引きする人じゃないんだけどな。さあ、それは知らないけど、とにかく俺は違うから。別に恥じることじゃないのに。いいわ、わかった。じゃあなんでこの辺うろついてたの？この辺そういうお店ばっかりだよ。いや、考え事してたらついこの辺うろついてたのかな。ははは。なるみさん、嘘が下手みたいね。いいよ、はっきり言ってくれて。平美穂は本当に曰くつき物件なのか、興味本位で見に来たって言えば？美穂さんの声のトーンは穏やかだった。でも明らかに言葉にトゲがあった。それもそうだ、こんな趣味悪いことをしているんだから。このままでは完全に嫌われてしまう。実際美穂さんと遭遇した今でも、俺は美穂さんを目の前にしてドキドキしているし、そう簡単に好きという気持ちは変わらない。誤解しないで聞いてほしいんだ。自分の気持ちを確認したかったっていうか、でも分かったんだ。あの店にいたって分かっても気持ちは変わってない。美穂さん、あなた以外の人は考えられないんだ。正式にお付き合いしてもらえませんか？なるみさん、冗談を言っているの？もし本気で言っているんだとしたら、私のこと好きにならないで。ろくなことないわよ。
俺は平気だよ。いや、平気じゃないな。ああいうお店でバイトしているの、何か事情があるんでしょ。それを気にしてそういうこと言っているなら、俺力になるし。はるみさん、勘違いしてるよね。私、あそこで働いてはいるけど、ジムとしてだからね。男性にサービスしてるわけじゃないよ。え、一気に力が抜けていった。やっぱり、誤解してたんだ。まあ、無理もないか。別にどう思われてもいいよ。どっちみち曰く付き物件に違いはないし。だからね、会社でどんな噂流されても平気。どうせみんな人の表面しか見てないし。俺は違うよ。美穂さんを色眼鏡で見たりしない。どこで働こうか関係なくない？なるみさん、踏み絵を踏むためにわざわざここに来たんでしょ？関係あるから気になったのよね。少なからず図星だった。ごめん、気になった。美穂さんが好きだったから本当のことを知りたかったんだ。でも言ったようにどっちにしても俺の気持ちは同じだったよ。美穂さんの表面だけじゃなく、もっとちゃんと知りたいんだ。なるみさん、私あなたのそういうまっすぐなところが好きです。なるみさんが彼氏だったらすごく楽しいんだろうなとか、頼もしいなとか思います。でも私は会社で見せるような清楚な女性じゃないの。美穂さんはゆっくり俺に語り出した。うち父子家庭なの。お父さんは一生懸命私を育ててくれた。男が子育てって大変だったと思う。年齢的にも再婚してよかったはずなのに、私が自立するまで一切そんな話がなかったんだ。私が働き始めて2年目だったかな。いきなりよ。父にすごく若い女性を紹介されたの。俺は黙って聞いていた。多分母親以外と恋愛したこともなかったんじゃないかな。久々の恋に父親は有頂天になってた。驚いたけど私も嬉しかった。でもね、ある日突然その女性が姿を消したんだ。父親に借金だけ押し付けて。俺は話の先が気になり、相槌をしながら美穂さんの言葉に集中した。そうなってみて初めて私は父に問いただしたの。その女性、夜の仕事をしてた人でね、たまたま知り合いに連れて行かれたお店で出会ったんだって。私必死に探したわ、その人のこと。最初はスナックやキャバクラで情報を集めた。最終的に男性にサービスをするお店で見かけたって話を聞いてね。女性は見つかったのか？どうなった？そういうお店ってね、グレーや完全ブラックなお店も多くて、人探し目的なのに危うく働かされそうになったりね。そんな時山さんに出会ったの。あ、さっき店にいた男の人ね。山さんがあれこれ動いてくれてね。でも結局見つからず。でもね、こういうお店のジムって給料が破格なの。山さんのところでジムやって父の借金肩代わりする方が早いって分かったの。なるほどね。確かに不憫な話だと思う。でもそれって曰く付き物件なんて言われる筋合いない話だぞ。父はね、自分で何とかするって言ったけど、恩返しの意味で私も助けたくてね。ただ父が心配するから派遣で昼働いて夜のことは秘密。でもある意味本業はこっちなのかもね。嫌でしょ、そんな女。人の欲望と普通に生きられない女性の闇を見ながら働いてるんだよ。なるみさんが想像していたような私じゃない。でも俺は美穂さんが見せる笑顔は嘘じゃない。ねえ美穂さん、俺はその話を聞いてもっと美穂さんが好きになったよ。いろんな経験はその人の心を豊かにするって言うじゃない。俺何も知らない純粋無垢な人が好きって言ったっけ？俺は
今目の前にいる美穂さんが好きなんです。本心だった。なるみさんって物好きなのね。ありがとう。こんな私ですがよろしくお願いします。そして俺たちの交際は無事スタートした。美穂さんはその後も昼と夜二足のわらじでしばらく仕事をし、1年した頃借金が全て完済したことを機に夜の仕事を辞めた。お金が良かったから続けても良かったんだけどね。勇気がああいうお店に興味を持って抵抗なく出入りするようになったら嫌だから、きっちり関係を断つことに決めた。週末だけと言っても昼も夜も働くのは体力的にも心配だったから、俺は正直ほっとした。そしてこれからもっと一緒にいられる時間が増えることが嬉しかった。ねえ勇気、まさかちょっと行ってみたいなとか思った？美穂さんは俺の反応を試すようにいたずらっぽく聞いてきた。そんなわけないじゃん。でもあの辺りのお店みんな私知ってるからね。万が一行ったらすぐわかるからね。気をつけてよ。行かないよ。そんなに心配なら美穂さんがそのお店ごっこうちでしてくれてもいいけど。ほら、私は真面目な事務員だもん。そんなのは知らない。自分からそういう話題を振ったくせに顔を真っ赤にして抵抗する美穂さんが可愛かった。次の美穂さんの誕生日、俺はプロポーズをするつもりでいる。これが俺たちの馴れ初めです。